劣化してカーボンラッピングでごまかしていた車のグリル、ピカピカ銀メッキの純正状態に戻したいとずっと思っていました。そんな時に偶然メッキの状態の良いグリルがヤフオクに。でも色違い、どうしようというわけで、前回はこの赤いグリルを黒いグリルへ再塗装するというチャレンジでした。頑張って塗装を剥がして下地の処理をしてカラー塗装してクリアを塗ってじっくり硬化、仕上げの研磨を行って真っ黒ピカピカ銀メッキも素晴らしい状態のフロントグリルが仕上がりました。今回はこのピカピカグリルを車体に取り付けるお話です。果たしてすんなり取り付けれるでしょうか。まず交換するグリルを確認。正面からは取り付けネジが見当たらないのでボンネットを開けます。そしてまずヘッドライトをカバーしている部品を外します。数個のプラスネジで取り付けられているので簡単に外せます。外れました。するとグリルを止めているプラスネジにアクセスすることができます。このままグリルを止めているネジも外していきます。念のため左右のウインカーレンズも外しちゃいます。これも簡単に外せます。ウインカーレンズを外すとグリル株のヒゲパーツを留めているナットにアクセスできます。ナットを回して外します。そしてヒゲパーツを手前に慎重に引っ張ることで外すことができます。なかなか外れません。一旦反対側のウインカーレンズを外します。そして再チャレンジ。外れません。思いっきり引っ張って大丈夫か、周りの部品を動かして確認します。大丈夫そうなので思いっきり引っ張ったら外れました。反対側も力のかけ方を間違えないようまっすぐに思いっきり引っ張ります。外れました。グリルも手前方向に思いっきり引っ張ります。外れました。グリルはヘッドライトにも止められていた様子。新旧の比較です。グリルの色問題ないですね。メッキが輝いています。早速取り付けてみたいと思います。手順は外す作業の逆です。取り付け金具を折らないよう慎重に差し込みます。カッチッと音とともにうまくはめることができました。ネジで固定します。続いてヒゲのパーツ、超簡単作業。しかしここで大問題が発生。塗装した方が取り付け金具が錆びて朽ちてなくなってます。なので外したパーツから取り付け金具を取り外し移植することとします。幸いボルトで留められている部品だったのでソケットレンチで簡単に外せました。この外した留め金具たちを塗装したヒゲパーツに取り付けるのですが、ここからが大変でした。というのもヤフオクパーツの方は錆びて朽ちて完全に固着していたのです。なのでサンダーで切り落としドリルで新しい穴を開けることとしました。最初に気づいていれば今ついてる部品をそのまま塗装してたのですが仕方ありません。古い車あるあるでしょうか。穴開けまで終えたらネジ山を作る作業。タップを切ります。タップのピッチをピッチゲージで確認しぴったりのピッチのネジ切りタップを用意します。今回のこの部品についてはピッチが 0.8 でした。これがネジ切りタップです。本来はタップ立てる対象をしっかり固定してまっすぐ下ろしながら行うのですが時間が押していたのでえいやとやっています。取り付け部品は問題なくボルト止めできました。安心しました。この作業で金属素材が露出した状態になったので錆防止のために局所的に塗装を行います。最後の部品を取り付けて無事ヒゲパーツの完成です。よかったよかった。それではヒゲパーツを車体に取り付けます。これもグリル側は差し込むだけ、そしてウインカー側はボルトを一つ締めるだけの簡単作業。軽く叩けばあっさり差し込まれます。反対側も同様に取り付けます。
ヒゲパーツを取り付けたらウィンカーを戻します。配線の再接続を忘れずに行いましょう。最後にヘッドライト上部のパーツを戻し、グリルをネジ止めしたら全ての作業が完了です。完成です。純正状態はやはり美しいです。ここまで約1週間、費用は2万円弱で済みました。完成した翌日に埼玉イタフラミーティングがあったので本当にギリギリでしたが、予定通りのコンデーションで展示できて大満足です。ネオクラの維持は何かと大変ですが、引き続き頑張っていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。